東京23区の家賃、また最高を更新したのね。しかも今日は景気と事故の話もあるから気を抜かないで聞きなさいよ。最初から盛りだくさんなのだ。まずは家賃から行くのだ。ずんだもん先輩、今日は数字が強いじゃん。家賃の11万1922円って聞いた瞬間、空気が変わったよ。順番に見ていくわ。東京23区のマンション家賃、広さ30平方メートル以下の単身者向けで平均11万1922円なのだ。去年より 13% 上がったのだ。その上がり方はきついわね。1万2000円余り増えると毎月の感覚がかなり変わるわ。アンルーム感覚でも家賃だけでかなりの圧だよね。しかも22ヶ月連続で最高を更新しているのだ。じわじわ積み上がるのが一番厄介なのだ。記録が続くのはすごいけれど、家賃で聞くと全然嬉しくないわね。春の入れ替え時期って上げやすいタイミングになりやすいのかな。調査しているアットホームは登録物件のデータをもとに全国13地区を毎月集計しているのだ。つまりたまたまの一件じゃなくて広く見た流れってことね。大阪市は 9% 上がって7万3179円。福岡市も 3.2% 上がって6万5527円だったよ。ファミリー向けも上がっていて、東京23区は25万3534円。大阪市は16万7450円。福岡市は13万6629円なのだ。広い部屋まで上がるなら単身者だけの話じゃ済まないわね。家賃が上がると住む場所だけじゃなく通う時間の組み方まで変わるじゃん。調査会社は人件費の上昇も背景にあると言っているのだ。管理する側の負担が増えると家賃に反映されやすいのね。引っ越し先を選ぶとき、家賃と通勤時間のどっちを優先する人が多いのかな。毎月の固定費はかなり効くのだ。スマホ代よりずっと重いのだ。そこを並べて考えるのは雑だけれど痛さは伝わるわね。結局家賃だけじゃなく更新の条件や周辺の相場も見ておくと安心だよね。家賃の話でお金の流れが気になったら次は景気の見方なのだ。財務局長会議って各地の財務局のトップが集まって景気の大まかな見方を揃える場なのだ。そこで緩やかに回復しつつある忘れ置きなのだ。判断は変えないので、だけど言い回しには今見ている焦点がにじむわ。中東情勢の影響を注視するって一文が入ったのが今回の違いじゃん。3ヶ月前は一部に弱さが見られるもののという表現だったのだ。少し言い方を変えて警戒している場所をはっきりさせた感じかしら。個人消費は緩やかに回復、生産活動は持ち直しに向けたテンポが緩やかになっているよね。全国11地域の景気判断を今回は据え置きなのだ。地域ごとの細かい差はあっても全体は大きく崩れていないって見方ね。海外旅行を扱う東北の代理店では一部でツアー中止が出ているみたいよ。九州の化学メーカーからは原材料の供給に不透明感があるという声も出ていたのだ。旅行と材料別々に見えて中東情勢につながるのね。ガソリン代や輸送コストにも波及しやすいから家計にも響きやすいじゃん。この先どこに最初の変化が出るのかしら。旅行と原材料どっちが先に動くのか気になるわ。記事では海外旅行と原材料のところに影響が出ているのだ。だから旅行や買い物の予定がある人は値段の動きを見ておくと良さそうだよね。次は東京ドームシティアトラクションズの事故なのだ。警視庁は22日現場検証を言っているわね。対象の遊具はフライングバルーンで座席が回転しながら上下に動いて10メートルまで上がる仕組みなんだよね。女性は定期点検で脚立に乗って作業していたところ最上部に止まっていた座席部分が落下したと見られるのだ。支柱と座席の間に挟まれたと見ているのね。当時は女性と同僚の合わせて6人で点検をしていたよね。遊具を動かすには通常コントロールパネルという操作盤を使う必要があるのだ。でも事故が起きた当時はその操作盤に誰も触れていなかったと見られるわ。そこを含めてどういう状態で動いたのかを確認している感じじゃん。
22日午前9時半過ぎからおよそ20人の体制で現場検証が行われているのだ。安全管理に問題がなかったかも含めて調べているわ。点検の手順と装置の動き方を順番に見ているよね。警視庁は原因を詳しく調べているのだ。確認できた事実を一つずつ積み上げている段階ね。現場の情報がまとまると見えてくることも増えそうだよね。ここで少しだけ寄り道するわ。財務省って今の形は2001年に大蔵省を改編して発足したのよ。大蔵省から変わったのだ。そんな背景があったなんて知らなかったのだ。お仕事も広くて予算や決算、税制、税関、国庫、国債まで扱っているわ。国のお金回りをまとめてみる感じじゃん。金融行政は金融庁に移っているってところも覚えておくとつながりやすいわね。通貨に対する信頼を守るっていう言い方も印象的なのだ。国の信用を守るってフレーズは重みがあるよね。今日は家賃も景気も事故も内容が濃かったのだ。概要欄にリンクもあるから気になった記事はそこから見てみてね。チャンネル登録してくれると次も追いやすいわ。また次回も見てほしいのだ。